はい、こんにちは、やすさんです。こちらの動画では、フレアネットワークスのトークノミクスが公開されましたので、僕の方で、共有の方をしていきたいと思います。結構内容の方難しいので、和訳して、なおかつ僕の解釈もですね、伝えて分かりやすいようにね、できるだけして、配信の方をしていきたいと思いますので、ぜひですね、最後までご視聴いただければと思います。はい、ではですね、早速解説の方を始めていきたいと思います。まずですね、トークノミクスには、今回のガバナンス提案が通過するかどうかに応じて、2つのバージョンがね、存在すると。エアドロップの配布も含めてですね。で、ガバナンス提案の場合か、旧配布方法っていうどちらかになりますということですね。で、主な数値ということで、まずですね、1000億の FLR トークンが総額で、エアドロップの方がされます、今後ね。で、36ヶ月間で、まずコミュニティの、ね、皆様、我々が受け取るものに関しましては、36ヶ月間で285 FLR、億 FLR ですね。で、あと200億 FLR っていうのが、クロスチェーンブリッジ、F アセットとレイヤーケーキっていうのがね、今後フレアで展開するんですけども、そちらからも支払われると、コミュニティにね。で、あと98億 FLR はフレア財団、に割り当てられてて、コミュニティとエコシステムの取り組みに使用されるので、合計583億 FLR がまずコミュニティに配布されると。で、続いてチームアドバイザー出資者に対して57億 FLR を早期投資家に提供して、6ヶ月目から権利確定になるそうです。で、既存及び将来のメンバーアドバイザーに135億 FLR で、合計192億 FLR になるということです。で、あとフレアの事業体ですね。そちらに 125FLR、億 FLR がフレアネットワークリミテッド。で、あと100億 FLR、100億 FLR はフレア VC ファンド、ベンチャーキャピタルですね。あとは有望なエコシステムプロジェクトにそれで投資していくと。で、合計225億 FLR が、配信されるという形になります。で、概要としてね、これ見てみますと、この内訳ですね、今話したね。で、図表をご覧くださいということで、トークンの大半は、直接的なトークン配布、ネットワーク奨励金、またはフレア財団のエコシステム主導のよるものなどによって、ほとんどがね、コミュニティによるものになりますということで、今回のエアドロップがね、受け取るっていうのは、ほとんどその我々ユーザー目線の方がね、多く配布されるっていう形になっております。こちらの緑のバーのところですね。で、続いて、フレアのティッカーですね。このフレアのトークン名だったり、枚数だったり、っていうところが、こちらに記載されています。で、実際に実用化ということで、フレアトークンね、ユーティリティトークンですので、どのように使われていくかと言いますと、まずですね、6つあると、フレアタイムシリーズオラクル FTSO のね、デリゲート報酬で使われると。で、あと、F アセットとレイヤーケーキで、FLR を担保として使用すると。あとデータリレーを確保するための担保。あとは第三者の分散型アプリケーションの担保。あとネットワークガバナンス投票の参加と。あとスパム、攻撃を防止するための取引手数料に、関しても使われるといった形になります。で、続いて、取引所によるトークン配布ということで、今ね、フレアがね、FLR の統合を支援するために、取引所と連絡を取って、トークンのエアドロップにね、できるだけ近い時期に FLR を配布するようにね、かなり準備をね、整うように、確認を求めているようです。で、アップデートされた新しい今回のガバナンス提案が取った場合の配布方法は、まず、最初の 15% は、2020年、12月12日にね、スナップショットを迎えた方に、配布されて、その後 85% はラップしたね、ものに関して、ラップしたトークンの保有者に、直接ね、36ヶ月分割されて配布されると。で、それに合わせて、あと、クロスチェーンインセンティブプールっていうのが出てくるんで、そちらね、F アセットとレイヤーケーキを利用した方に関して、支払われていくと、形になります。で、それをね、また可視化したチャートということで、こちらね、見ていただきますと、これに関してもね、トークン配布イベント直後ですね、15%、支払われたところで見てみると、エアドロップのやっぱりね、重要者っていうのが最大のトークン保有者グループ。だから我々が、最初トークン配られた段階では、一番ね、トークンを持っているユーザーになりますと。フレア財団とか他のベンチャーキャピタルとかもありますけども、フレアチームとかね。でも我々ユーザーが一番、トークンを持っている形になります。
その後、流動性ですね、FLR の流動性がどうなるかっていうと、これフレアのね、そのチームっていうのは最初の6ヶ月間ね、売れないんで、実際に売買できる量っていうのはやっぱりね、エアドロップの保有者っていうのが持ってる形になります。だから我々ユーザーが一番、売買もすることができるといった形になります。で、続いてこちらがトータルですね、36ヶ月後どうなっているかと言いますと、これね、発生した総配分の19.8%、フレア財団と、フレアベンチャーキャピタルに関しては、これガバナンス投票にはね、使えないようです。で、一番特徴的なのは、見てみると、このエアドロップのね、割合がね、意外と少なくなってるんじゃないかなって形が見るかと思います。36ヶ月後にはね。だから、エアドロップで、もらったユーザーに関しては、36ヶ月後に関しては、そこまで影響はないと。ただ大きく出てきているのがこのクロスチェーンインセンティブとあとデリゲーションインセンティブですね。だからこのデリゲーションインセンティブっていうのはラップされたものに対してのエアドロップですね。だからまあすなわちエアドロップのことなんですけども、ラップしないとこの 24.2% は入らないって形になります。でクロスチェーンインセンティブは F アセットとレイヤー契機なので、まあだからネットワークを使っていかないとこれも入ってこないっていう形であって、この2つがね、大きくなってくるかなと思います。今回のガバナンス提案が通ったらね。だから、エアドロップをね、もらいたいとかもらいたくないとかっていう判断よりは、長期的にラップして手に入れるっていう形が 24.2% も占めてるよっていう形がね、注目できるかなと思います。で、36ヶ月後の、まあ、流動性含めてもね、こちらもまた同じようにね、これぐらいのトークンが流通するよって形のグラフになります。でね、我々ユーザーだったりチームだったりっていうのが、まあ、36ヶ月にわたってこのようにね、もらっていくと、エアドロップの配布をね。って形で進んでいくと。で、これの続いてのグラフですが、こちらに関してもね、まあ、滑らかにね、スムーズにもらっていくんですけども、この19ヶ月目、っていうのはね、流動性のあるトークンがガバナンスに参加した FTSO に、デリゲートできるトークンの数より少なくなってるんで、このデコボコ発生してますっていうことで、だからこれも先ほど言ったね、チームによるトークンっていうのは、まあ、デリゲートはできるんだけど、デリゲートはできるんですけども、売却ができないので、こういったね、デコボコになっているよっていう形になります。はい、で続いて、じゃあ今度ね、従来の配布方法はどうなるかっていうと、今回ガバナンスケアに通らなかったら従来に戻りますので、最初の 15% は、2020年の、12月12日にスナップショットを迎えた人に、同様に配布されると。で、その後に関しても全体の 2.37% を35回分分割して、36ヶ月目に残りの 2.05% をやはりね、スナップショットを迎えた方たちに配布されると。で、今度年間のインフレ率っていうものがあるんですけども、これは供給量のね 10% して、として計算されます。で、ガバナンス提案が通った場合は、17、5ってね、インフレ率が、減ってくんですよ。これがね、結構効いてくるんで、また後ほどね、解説をしていきたいと思います。で、同じようにクロスチェーンインセンティブプールっていうのも、このようにね、額が配布されるって形になります。で、また視覚化するとね、これはね、全く同じものになります。なぜなら、ガバナンス投票によって、この配布法が決まりますので、だから変わるか変わらないかっていうよりも、ガバナンス投票の前にね、トークンが配布されるの、これは全く同じ結果になります。ここら辺はね。で、じゃあトータルのね、供給量どうなるかっていうと、今度ね、エアドロップの割合っていうのを大きく占めてるんですよね。28.5%。つまりは、先ほどここら辺にあったデリゲーションのね、プールっていうのが今度なくなりますので、ラップしようがしまいが関係なくなりますので、全部がエアドロップ持ってる人たちに配布されますので、ガバナンス提案が通らなかった場合に関しては、やはりこのエアドロップの影響っていうのが大きくなっていく形になります。また、新しくね、フレアに参入することができなくなっていくっていう形になります。新規のね、購入した分に関しても。だから、ガバナンスが通過した場合の唯一の違いとして、一般配布が純粋にエアドロップで行われるか、エアドロップに加えてデリゲートによる報酬が発生するかという点で、あと合計は同じですということで、ここに、デリゲーションが入っているか入ってないかっていうところが変わってくると。で、トータルの、まあ、流動性もこのようにね、なっていくっていうことで、今度ね、このインフレーションっていうのが先ほどの10に関して 29% でかなり膨らんでるんですよね。で、インフレーション、起こると何がどうなるかっていうと、まあ、分かりやすく言うと、お金のね、量がね、明日じゃあ2倍になったら、同じ価値を保つためには価値がね、半分にならなきゃいけないですよね。
だからおそらくそのトークンのね価格が下がりやすい状況になってくるのかなと、流動性がね過剰流動が最初に起こった場合に関しては。だから今回の安定的にインフレ率を下げていった方が、フレアの価格自体に関しては安定性をもたらす可能性が高いっていう形になるかと思います。これはね、あくまでも市場の問題になりますので、これがね一概にそうなるのかっていうのは言えませんが、いろんなね要因、価格に関しては要因がありますので、そちらね考慮する必要があるかと思います。こちらもね、インフレによって、傾斜が高くなってるんですよね。インフレが高くなると。これも同様です。で、一般向けのトークンの配布方法の概要ということで、一般配布に割り当てられる、今回のまとめですね。一般配布に割り当てられるトークンの配布総量は、ガバナンス提案が可決されるかどうかに関わらず同じでこれだけの量ですと。で、今回、ガバナンス提案に関して、イエスとノーの両方の投票公式権のトークンのミックスで保有する 1XRP に月 0.1511FLR の投票議決権が与えられると。投票に関しては FLR をね、ラッピングして WFLR で投票することになると思いますが、これだけのね、XRP に対して、権力を持つことができますよって形になります。で、ガバナンス提案が通過した場合は追加のエアドロップは行われませんと。残りの公式割り当て分のこれは、WFLR にラップしたトークンに、トークン保有者に、36ヶ月分で配布されると。で、ガバナンス決定案が通過しなかった場合は、スナップショットを迎えた人に同じように36回ね、関して分割されるかと思います。はい、これがね、公式の今回の内容になります。で、動画の概要欄の方に元記事のリンク貼っておきますので、もっと詳細ね、詳しくちょっと飛ばしちゃった部分もありますんで、見てみたいって方はそちらクリックしていただきますと見ることができます。で、公式のね、リンクに関しても、冒頭の一番最初のこのトークノミクスってところをね、クリックしていただきますと、英文にはなりますが、元記事のね、公式のものが見ることができます。ですので、ガバナンス提案が通るか通らないかについてですね、変わっていく内容はこちらになります。で、まだね、ガバナンス提案、これからされますが、皆さんね、戦略によってね、だいぶ違ってくるかと思います。すぐね、もう、エアドロップはもういいと、もうすぐにもらいたいって方はね、すぐに売却しちゃって、ラップとかあんまり考えない人もね、多数いるかと思います。特に取引所で持っている方たちとかね。ですので、いろいろ考え方あってしかるべきですので、どちらがいい、どちらが悪いってことはないので、投票もね、皆さんね、投票することができますので、で、あとは、内容の方はね、こちらの方でガバナンス提案が通るか通らないかというのはコントロールすることはできませんので、だから悩むのはね、ちょっと疲れてしまいますので、情報に関してはね、今後またね、新しい情報とか出ましたら、僕の方でまとめて配信していきますので、そちらね、見ていただければと思います。で、フレアに関してはですね、できるだけ毎日、情報の方は精査して、動画も毎日更新できるように頑張っておりますので、またよかったらね、次の動画も見ていただければと思います。はい、ここからはですね、宣伝になってしまいますが、限定公開安さん流ハイブリッド資産運用ということで、今仮想通貨で2万円の元手に10ヶ月で500倍の1000万円突破、現在専門知識経験不要の不労所得スターシステムを開発して、月利 20% 以上で資産爆増中、0から30万円稼ぐ秘密の裏技、爆発的に増やす自動売買システム、500倍に資産を増やすとメソッドですね。こちら僕の公式 LINE の方に登録してくださった方に、漏れなく全て無料でプレゼントしております。動画のね、概要欄、コメント欄にも LINE の登録リンク追加しておりますし、あとはね、元記事の一番下スクロールしていただいて、プレゼントの受け取りですね、クリックしていただけますと、LINE の友達追加の画面に入りますので、そちらからね、登録してくださった方に全てね、漏れなく無料でプレゼントしておりますので、よかったらこの機会にね、お友達追加していただければと思います。あとはね、今回の動画の内容でね、ちょっとわからないところがあったとか、もうちょっと詳しく聞きたいとか、あとはね、仮想通貨全般の質問も受け付けておりますので、何か気になることとかね、聞きたいことございましたら LINE の方からお問い合わせいただければ僕の方からですね、すぐ返答の方させていただきますので、よろしかったら友達追加の方よろしくお願いいたします。はい、では長い間ご視聴いただきありがとうございました。